皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2019年の7月の29日月曜日ですね。時間が日本時間の夜の9時11分ということで、比較的早めに放送が開始できましたということです。今日の放送はワイワイニュースライブ通算で2823回目ということで、いつものように一元放送でツイキャステレビの媒体を使っての放送になります。現時点での映像も音声もですね、順調に配信されているということですね。ということで早速今日月曜日の放送を始めたいということで、最初は、先週の金曜日ですねの放送のメインテーマ、金融経済ナンバー1、隠されている日本の金融経済の規模がどのくらいなのか計算してみたというメインテーマでしたけど、それをですね YouTube 向けにこのように、えーっと表紙にしてくれたんですね。で隠されている金融経済の規模計算してみたということで、GDP、 金融経済から通貨供給量というこの3つのエレメントがあるんですね。これを使って、一応前提条件としては、実体経済というのは、GDP と同じだろうということなんですね。そして、金融経済というのは何かというと、この通貨、中央銀行が信用創造する通貨供給量を引く、GDP、実体経済と、残りが金融経済だというふうに、一応前提条件として、設定したんですね。そして日本の場合2017年ですけど、この結果ですね、金融経済の規模っていうのはGDP の実体経済の規模545兆円の1.42倍の775兆円だろうという数字が出てきたんですね。でこの実体経済以上の1.42倍という巨大な規模に膨れ上がった金融経済に対して、何の価値も生まない、博打経済だということなんですね。でこの博打経済に対して、消費税と同じ 8% の金融経済税というものをかけるとしたらいくらになるかと、775兆円かける8ということで、62兆円ぐらいかなという税収が見込まれるということなんですね。で消費税っていうのは GDP 実体経済の6割を占める消費に対して課税するということなんで、実体経済の足を引っ張るんですね。ですから消費税が上がるたびに経済成長率は低下し、給料は賃金は上がらないという悪循環なんですね。ですから実体経済には課税しないと。課税するんだったら価値を生まない金融経済に課税すると、こういうことが正しい道だということで、金融経済、日本の場合775兆円の金融経済に対して 8% の金融経済税を課税すると62兆円の税収が生まれるということなんですね。ですからサンダース民主党議員がですね、次期の大統領選挙で民主党の統一候補に手を挙げてますけど、彼がいわゆる議員立法をしたですね、アメリカで、学生ローン、学士ローン、学生ローンを抱えている人が全部で4700万人、総額175兆円というとんでもない金額に膨れ上がっていると。これを全面的に免除するために、金融経済に課税するというふうに彼は法案として
提出したんですね。で、株の取引、それと債券の取引、それとデリバティブ、金融派生商品に対する取引に対してそれぞれ課税するということになると、175兆円がチャラになるという画期的な法案をですね、サンダース上院議員ですかは提案したということなので、この具体的な内容ですね、もう少し詳しく知りたいと思うんですけど、ということと同じように、課税するんだったら金持ちですよ、金融経済そのものに課税しろということなんですね。そしてもう一つ、サンダーズ議員が個人立法で、議員立法でこのような学生ローンの免除法案を起案して、連邦議会に提出するということがアメリカではできるんですけど、日本はできないんですね。なぜかというと、国会法というものを勝手にですね、歴代自民党政権は変えるんですね、自分たちで。本来だったら法案の起案権もから法案の国会への提出権も内閣には持ってないんですね、アメリカと同じように。国会が持っている。国会が持っているってことは、国会議員が法律の起案権を唯一持ってるんですね。で、アメリカはそれが実行されてるけど、日本の場合は実行されてないと。いくら個人で立派な法案を作っても、決して、国会には上程されないと。その前で否決されると。なぜかというと、歴代自民党政権内閣がでっち上げた国会法の改悪でですね、議員立法に必要な賛成条件というのを作ったんですね。で、衆議院が20名、参議院が10名の賛同者がいないと議員立法は国会へ提出されないと。で、さらにその法案がいわゆる予算に関わる法案だと、参議院の賛同者は50ですよ。50国会議員が賛同しない限り、そして、参議院で20の国会議員が賛同しない限り、国会へ、提案され審議されることはないということで、これは何のためこんな、条件をつけたかというと、要するに野党の国会議員が議員立法できないようにするためにしたんですよね。ですから日本の場合はほとんどの法律が内閣が起案した内閣法案なんですけど、議員立法っていうのもあるんですけど、この国会法の規制によってですね、野党が提出した議員立法はほとんどボツなんですね。唯一、自民党の国会議員が衆議院10名、衆議院20名、参議院10名、あるいは予算に関わる法案だと衆議院で50名、参議院で20名という、要するに、多数派の賛同を得ないと議員立法っていうのが国会に審議され、そして可決されることはありえないということなので、これまで議員立法で成立した法案というのは全て自民党絡みなんですよ。要するに 100% 内閣が作って、国会に提出して委員会で、おざなりの審議をして時間を稼いで、そしてある段階においてもう十分審議をしたからということで、突然ですね、打ち切りの動議を出して、そして強行採決して、委員会を通過させ、そして翌日本会議に提案して、賛成多数で、成立させるということでできたのがほとんど全部ですね。だからアリバイ的に日本にも議員立法はできるんですよというアリバイ作りのために、
議員立法が作られていると。ほとんどが内閣が起案して提出するというとんでもないことができたんですね。そのいわゆる元凶というのは何かというと、憲法第41条の後半に書かれている、国会は国の唯一の立法機関であるということなんですね。その前文は、国会は国権の最高機関であり、国会は国の唯一の立法機関であるという非常に重要な短い、文章なんですけど、2つの重要なことを言ってるんですよね。この2つの重要なこと、これを2つとも完全に無視して憲法違反をして、そして嘘をついて、最初の、国会は、国権の最高機関であるという国会の解散権をですね、内閣の長である内閣総理大臣が持ってんだという憲法違反の大嘘をついて、歴代自民党内閣の首相、あるいは2度のですね、非自民政権の首相は、野田なんかそうですよね、衆議院を勝手に解散して、総選挙をすると。そうすると野党が足並みが揃わないと、野党が分裂したと、野党に選挙資金がないと、野党が立ち上がったばかりだと、準備ができてないという弱みにつけ込んでですね、自民党の内閣総理大臣は自分たちに有利な時期を選んで、衆議院を解散して総選挙するっていうんだったら、バカでも勝つわけですよね。だから戦後70年以上にわたってアメリカの傀儡政党である自民党がですね、2度の例外を除いて、日本の政治を独占し、あらゆる政治、バカじゃなくて経済、行政、司法、社会、金融、マスコミ、学会、報道機関等々全てを独占支配できたっていうのは、結局これなんですよね。自分たちが勝手に、好きな時に衆議院を解散すると、解散できるというふうに大嘘をついて、憲法違反の大嘘をついて、衆議院を解散して総選挙を行ってきたから、ずっと選挙で勝ったんですね。それと2つ目が、さっき言いましたように、内閣には法案の規範権も法案の国会提出権もないんですね。憲法41条、国会は国の唯一の立法機関である。立法機関ということは、当然ながら法案の規案も入るわけですよね。規案し、そして国会に提出し、国会の中で審議し、最終的には多数決で決めるというのが憲法第41条に規定されている国会の最高の国権である唯一の立法機関である国会の役割なんですけど、日本の場合は国会議員っていうのは立法作業を全然しないんですね。内閣が立法作業をするけど、その実態は内閣に出向している各省のいわゆる官僚たちが規案するわけですよ。そして、内閣法制局という、本来だったら内閣に法制局なんか必要ないわけですよね。法案の規範権ないんですから。だから衆議院と参議院に各々法制局があるんで十分なわけですよ。それをあたかも憲法の番人であるという大嘘をついて、内閣法制局が最終的なチェックをするというふうな出来レースになってですね、ということは何でしたっけ、ということで、前書きが長くなりましたけど、先週金曜日のメインテーマ、
いわゆる金融経済っていうのはどのぐらいの規模になるかというのを計算してみたということの、これはあれですね、表紙ですね。そして、現時点での視聴者数の数ですけど、ツイキャスが487名、YouTube が1683ですが、合わせると2177という2000名を超えましたね。ということです。牛幸さん、41条現行の憲法解釈の嘘と首相の専権事項は首相にはないと、そういうことなんです。これ不思議なことに野党の政治家も一切言わないんですね。だから首相には衆議院の解散権なんかないんですよと、憲法41条をよく解釈しなさいよということを誰も言わないんですね。そして憲法学者も言わないんですね。何なんだと。で憲法学者が言うには木村草太みたいな憲法学者が言うには、憲法第7条の第3項に、天皇の国事行為という名のもとにですね、内閣総理大臣は衆議院を解散するという第7条3項があるから、日本の内閣総理大臣は衆議院の解散権を持ってんだということを公然と言うんですけど、違うんじゃないと。だって天皇の国事行為の中に第3項、衆議院の解散権、そして第2項国会の召集権、これは天皇の国事行為ですかと。これ典型的な天皇の国政行為じゃないんですかということを誰も言わないんですね。ということは何かというと、これはこの日本国憲法を起案し、そして1947年5月3日に施行したアメリカ支配階級のそのものである利益代理人である GHQ マッカーサー総司令官が将来的にですね、日本の政治を独占的にアメリカ支配階級の作る傀儡政党に、日本の政治を独占させるための、仕掛けなんですよね、これ。憲法第7条の第2項と第3項を国事行為の文言のもとに国政行為そのものを差し入れちゃったんですね。で憲法第7条の第1項、これは外国と条約を締結するとかですね、等々なんですけど、これは天皇は国事行為として外国の条約の締結を公示するということなんですね。ですから憲法第7条の7条には全部で国事行為として7つ挙げられてるんですけど、第2項と第3項以外5つの行為は全て象徴的な、承認したものを、外国の大使を切除するとか、あるいは何でしたっけ、恩赦を公表するとかですね、そういういわゆる国事行為なんですけど、なぜか第2項第3項だけが国事行為の名のもとに国政行為にしちゃってるんですね。そのことを憲法の専門家である憲法学者は一言も言わないんですね。木村草太なんかいわゆる護憲派の新進、若手、憲法学者というふうにもてはやされてますけど、彼自身がこのことを一切言わないで、逆に憲法第7条第3項の規定で、
内閣総理大臣に、衆議院の解散権があるんですよという、これまでの、米国支配階級の傀儡政党である自民党が70年以上にわたって日本の政治を独占してきた、この最大の詐欺的な憲法上の完全なる謀略ですよね。これを認めちゃってるっていうのは一体何なのと。でさらに憲法の番人である日本の最高裁判所が一切このことに関して沈黙していると。本来だったら憲法第7条の第2項第3項の文言が全く違うと、国政行為の文言になってるから国事行為の文言に修正すべきだというふうに、判決、憲法裁判所に代わってですね、いわゆる憲法の番人として、裁定すべきなんですけど、彼らは一切沈黙して、自民党の、内閣総理大臣が勝手に自分たちの都合のいい時に衆議院を解散して総選挙で、毎回勝利するということに対して一切違憲であるということは言わないんですね。そして、当然ながら日本のマスコミも一切言わないと。だから日本の市民運動も一切このことを言わないですね。言ってるのは私ぐらいじゃないですか。でもおかしいんですよこれ。憲法第7条の2項3項が私が言ういわゆる日本国憲法の表向きの近代的民主的な規定の陰に隠されている時限爆弾だということですね。で時限爆弾というのは天皇制、象徴天皇制という名のもとに同じような大日本帝国憲法と同じような天皇制を戦後もしかも大日本帝国憲法で、アジア太平洋侵略戦争を主導した昭和天皇裕仁をイメージチェンジして、名前を変えた象徴天皇制のトップに据えるということをしてですね、それを日本国民は大部分の日本国民が拍手喝采しているというとんでもないことになってるんですね。ということで何でしたかねということですね。ヨーヨーさん、コンティニューコイン、ヨーヨーさん、キャス君ですね、砂月さん、これ毎回、ありがとうございます。初めて、出張ご覧の方へか、山崎氏のキャスは一言コメントが集団嵐行為があってから禁止と。このキャスの目的は情報の拡散共有、ご賛同ならツイッター連携で拡散共有をお願いしますということですね。から AK さん、秋さんか、コンテリコイツで。から吉行さんが先ほど言ったやつですね、41条解釈の嘘ということですね。でさらにツッコミは今説明しましたように日本国憲法第7条の2項3項が、これぜひこれですね、日本国憲法小冊子、これを常に、持ってですね、私はこれいつも中見てるんですね。でこの憲法第7条の第2項3項、これ10項あんだ、10項ですよ、7項、ちょっと言いましょうかね。第7条の天皇の国事行為、天皇は内閣の助言及び承認により国民のために左の国事に関する行為を行うと。1、憲法改正、議決、法律、政令及び、条約を公布するんですね。国事行為だからそうですね、公布なんですよ。で国政行為だと政令を決めるってなるんですね。で2番目が突然、国政行為なんですよ。国会を召集すること。第3項、これも突然
国事行為じゃなくて国政行為なんですね。衆議院を解散することで、4番目がまた国事行為に変わるんですね。国会議員の総選挙の施行を公示するとね。国政行為だったら総選挙を施行するようになっちゃうんだね。えらい違いじゃないですか。で、第5項、国務大臣及び法律の定めるその他の管理の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証するんですね。認証する。6番目、大社御社減刑刑の執行の免除及び復権を認証するんですね。だから内閣が決めたことを認証するという国事行為ですよね。7番目、栄誉を授与する。から8番目、批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証するです。9番目、外国の大使及び公使を切除する。10番目、儀式を行うと。この10項目が憲法第7条の天皇の国事行為なんですけど、よく見ると第2項と第3項だけが国政行為の文言に差し替えられていると。このことを誰も気がつかない、あるいは気がついても言わないというのが今までの野党議員、あるいは一番の責任というのは最高裁ですよね。最高裁の長官並びに14名の最高裁判事ですよね。お前ら何やってんだと。憲法の番人じゃねえだろうと。憲法の番人面をしてても結局はアメリカ支配階級と自民党の番犬でしかないんだろうと。ですから本当の意味の憲法の番人である憲法裁判所を日本は我々の力で作んないとどうしようもないよと。憲法裁判所がないから憲法がないがしろにされ、憲法を無視しても誰も罰せられないと、誰も是正されないということがずっと続いてるんですね。だからこれほどの安倍晋三という気違いがですね、権力を握ってやりたいことができるっていうのは結局憲法裁判所はなくて憲法違反が公然と犯されているということでしょうね。砂月さん、閣議決定が最高機関で、そうですよ、憲法がないがしろにされていると。そうなんですよ。だから閣議決定で全て法案が決定され、そのまま強行整理させられるというとんでもない独裁国家なんですよ、日本は。なぜ独裁、内閣総理大臣が独裁権力を握られるのかと。それは私日頃言ってますように、イギリスを見習った議院内閣制というとんでもない制度だからですよね。日本は大統領制を採用すべきなんですよ。議員内閣制っていうのは国会と国会の過半数の議席を占めた政党の代表者が同時に内閣総理大臣に指名されると。その段階で2つの国権が1人の人間が支配し管理することになっちゃうんですね、国会と内閣で。さらに憲法第6条、日本国憲法第6条の2項で、内閣の諮問と承認に任命と内閣の指名と承認によりか、内閣総理大臣は天皇は、最高裁長官を任命できると。第6条の第2項、天皇は内閣の指名に基づいて最高裁、裁判所の長たる最高裁長たる裁判官を任命すると。ということは内閣総理大臣が司法権力をも支配できるということで、
三権分立なんてもともとないんですよ、日本国憲法には。どこにも書かれてないですよ。僕ら学校で、三権分立でそれぞれの権力が暴走しないようにお互いを牽制するようなシステムが日本にはありますよというふうに大嘘をつかれたんですけど、もともと日本国憲法に三権分立なんて、三権の独立なんていう項目は一切ないんですよね。逆に議員内閣制によって、国会と内閣総理大臣が実質的に支配し、かつ憲法第6条の第2項で最高裁判所の任命権を持っているから、三権を事実上内閣総理大臣が持っちゃうという、世界に類のないほどの独裁体制を保障しているのがこの議員内閣制なんですよ。ミルキーさん、キャス君アイス、これ新しいやつですね。から東京の稲子さん、今日のメインテーマですね、リツイートしてくれました。吉行さん、お茶ですね。キャス君、ミルキーさん、キャス君アイアイス。3つ目です。吉行さん、お茶。初耳さん、コンティニューコイン。初耳さんはいつもたくさんのコンティニューコインいただいてますね。ありがとうございます。1、2、3、4、5、6ですね。配信ありがとう。コンティニューコイン6枚ですね。ミルキーさんがキャス君アイスですね。吉行さん、お茶。配信ありがとうございます。よろしくお願いしますということですね。それからミルキーさん、砂月さん、コンティニューコインが2枚と。吉行さん、今日のメインテーマをリツイートしてくれました。砂月さんも今日のメインテーマをリツイートしてくれました。石森さん、山崎康子、ワイワイニュースライブ配信スタートしました。東京の稲子さん、お茶爆10とコンティニューコインが2枚。からこんばんは、配信ありがとうございます。初耳さん必見ですということで、今日のメインテーマをリツイートしてくれました。石森さん、コンティニューコイン配信ありがとうございます。土山純一さん、お茶爆10とコンティニューコイン2枚ですね。そして今日の放送の前に、砂月さんから湾岸危機、返報は報復かな、第3次に向かうのか、平和的解決に向かうのかということですね。マスコミに載らない海外記事と。から砂月さん、大抵表の再点検、これは何だろう、大抵表って何だろう。本沢二郎さん、日本の風景3388。ミルキーさん、戦争は国際権力者のビジネスのために国民の命の犠牲の上で行われたと。現在権力者はグローバリズムで、民衆の生活や民主主義を破壊して民衆を奴隷化しようとしていると。ミルキーさん、イタリアはすでにオフショアガス開発禁止で、提訴されていると。どこから提訴するの？ EU ですかね。ミルキーさん、フランス議会でセタ協定を批准することが可決されたと。この協定は TPP と全く同じと。ドイツは脱原発で47億ユーロの賠償要求をされると予想されているということ。そうなんですね。言うこと聞かないと巨額な賠償金を課せられると。 TPP もそうですよね。ということです。何でしたっけ。そうか。令和の新選組サポート、立法機関から行政の長、内閣総理大臣が選ばれるシステムが異常と。そうなんですよ。だから日本も大統領制を採用して、直接フランスの大統領選挙みたいですね、2回投票と、1回で 50% 以上の票を獲得できない場合は上位2社で決選投票するということで、そういうことなんですね。でアメリカの大統領選挙っていうのは全くのインチキですから、あれはわけのわかんない、いまだもって代議員制度ということで直接じゃなくて間接選挙なんですね。
そして、選挙運動にどれだけの金を使っても制限がないという数千億円使うんじゃないですか、1年間かけて。ということは金がある人間が勝つという金権選挙の典型ですよね。砂月にさん、 N 国はスクランブル放送するなら改憲に賛成するそうですと。新選組や社民党を日曜討論に出さないことは触れないという。これはもう完全にあれですよ、日本会議の回し者でしょ、 N 国っていうのは。かなりの人間がその正体が隠された正体が分かんないで、NHK を改革してくれるんじゃないかということで、90万票ぐらい、投票しちゃったんですね。で一番の矛盾はですね、国民を守るんだったら NHK じゃねえだろうと。国民を守るんだったら安倍自公ファシスト政権打倒でしょうということで、最初からおかしいんですよ。この組織が目指すものは、諸悪の根源は全て NHK が悪いんだと。そして今はスクランブル放送をすれば全てが解決できるんだというような全くのでっち上げ、で、多くの人を騙してるんですけど、本来から言えば国民を守るんだったら自公ファシスト政権打倒なんですよね。そして、NHK がこれほどの悪を重ねてるっていうことを言う前に、安倍自公ファシスト政権が第一次第二次、あるいは戦後の自民党政権が一体何をしてきたかということを彼は一言も批判しないんですね。だからうさんくさいっていうのは最初から分かってるんですよ。で、正体を今頃暴露してきたということで、安倍の改憲勢力の別動隊ですよ。日本会議ですよ。ということですね。令和新選組さん、これは公権力を震え上がらせる絶対的な権力機関が必要と。そうですね。だからそれは直接民主制なんですよね。直接。だから憲法第15条にはちゃんと日本国憲法上第15条には公務員の選定罷免権は国民の基本的権利であるって書いてあるんですよ。でも公務員である天皇も罷免できないですよね。国会議員も罷免できない。政治家も罷免できない。国家官僚も罷免できない。地方官僚も罷免できないと。最高裁判事も罷免できないと。から官僚ですね、司法官僚、判事、検事、裁判官等々も罷免できないんですね。憲法第15条には罷免できる国民の基本的権利であるというふうに書かれてるんですけど、歴代自民党政権はこれに必要な個別の法律を一切当然ながら自分たち不利になるんで起案もせず国会も提出しないということで、単なる、憲法上の飾り文句でしかないわけですね。ですからスイスみたいに、あるいはスイスですね、国民が直接、憲法あるいは法律を決められると。国会以外でも国民が直接いわゆる国民投票によって決められると。あるいは公務員を罷免できると。選出および罷免できる
いう直接民主制が最大の公権力の横暴、権力独裁、権力乱用を防ぐ最大の武器でしょうね。令和新選組サポートさん、公文書を1日で破棄する内閣という、とんでもないことですよね。国会飛び越え公文行政文書、公文書を国民に、話す強制力を持たせると。だからあれですよね、日本国憲法の中に罰則規定を設けるべきなんですよね。憲法第99条に、この憲法を守るのは全ての公務員、天皇を含む公務員の義務であると書いてあるんですけど、それじゃこの義務を果たさない公務員を罰する規定がどこにもないんで、誰もこの憲法を尊重し、遵守するということをしないんですね。公権力を震え上がせる役割をある程度果たされていたのは昭仁上皇とすでに大ということですね。矛盾と違う金の予算と違う金流れ、国会承認を得てない桜を見る会だっけ、会計検査ができないと。だから最大の我々でしょ、一般会計100億円の支出規模の歳出規模の一般会計だけが国民の前、国会の審議に、さらされるけど、その倍200兆円の規模の歳出規模の特別会計というものが一切、明らかにされないと。でこれが歴代自民党政権と国家官僚と、それから銀行ですね、大企業のポケットマネーで使われていると。だからこの間ずっと朗読してきました石井幸喜さんのこの本で、ようやく暴露された日本の経済っていうのは官製経済だと。官がほとんど民間、経済の力を削いで、官が主要な企業活動を官が出資し、そして特殊法人とか公益法人等という名のもと、そのもとに、日本道路公団のもとに700の企業がぶら下がっているという巨大なですね、官製経済を作り上げているということですよね。これを解体しなくちゃいけないということでしょうね。裁判所も悪いもんですと、ひどいもんです。無罪になったんだから実績がないと。国家賠償請求訴訟、棄却と。だから結局あれですよね、国家公務員なり政治家なりの公務員の過失によって損害を受けると、あるいは生命財産を失うということに対して唯一追及できるのは国賠なんですよね。だから刑事責任は問われないということなんですね。で国賠でたとえ官僚政治家が負けたとしても、その賠償金は税金から払われるんで、彼らの懐は一切痛まないということでしょう。そうですね、ツイッター連動してくださいと。そうですね、あなたのコメントは貴重ですからもったいないということですね。警察や検察が証拠を隠した事実とか、弁護士が切れてますよと、これじゃ冤罪がなくならないということですね。
ちなみにこの弁護士は裁判官に切れてるという。ぜひあれですね、ツイキャス連携をしてください。そうすると皆さんと共有できるし拡散できるということですね。ということで、この間のポイントをアップしますね。これは表紙ですね。表紙の説明です。そして現時点での視聴者数ですね。2000名を超えてますね。徐々に増えてますね。以前はツイキャスだけだったら500からせいぜい1000なんですけど、YouTube にアップしてもらってますんで、最近1500ぐらいになってるんですね。それと2つ目だ。第23回目の第22回目の根っこ勉強会を今週の金曜日にやりますと、5時7時に開催して、ワイワイニュースライブで、ライブ中継しますということですね。このご案内です。日時、テーマは今回の参議院選の結果とこれからの展望ということですね。一番興味深いテーマだと思うんですけど、これでやりますと。で参加者がいつものように、天野元康さん、政治経済研究家ですね、大津恵子さん、市民活動家兼、リハビリの専門家なんですね。から三角正さん、彼は元三一書房の編集員で現在編集工房作の代表ということでさまざまな市民運動に関わっている方ですね。それと私ですね。そして、ライブ中継はワイワイニュースライブでやりますということです。から今日の画像ですね。今日の画像の最初はですね、今日のメインテーマの画像なんですけど、こういう画像ですね。これは何かというと、昨日か7月の27日ソウルで行われた数百人が参加した日本政府による輸出規制に抗議するソウルでの抗議集会なんですね。で参加者がみんな掲げてるんですね。でこの参加者が掲げてるハングル文字はノーで、その後ですね、これ安倍って書いてあるんですね。全員がノー安倍って書いてあるプラカードを掲げてるんですね。でこれをですね、日経新聞が27日の記事で、報道してるんですけど、彼らの説明はソウルで数百人が反日集会って書いてあるんですね。輸出規制強化に抗議と。そしてこの写真の下にキャプションがついてるんですね。ここに見えます？ソウル中心部で27日に開かれた日本への抗議集会と。違うだろう。日本への抗議集会じゃなくて安倍への抗議集会でしょ。だからこれも巧妙ないわゆる反日集会に反安倍集会を反日集会にすり替えちゃってるんですね、日経新聞。だからこれはもう完全に安倍自公ファシスト内閣が現在進めている反韓国キャンペーンに共謀して連携して、このように反安倍の
集会を反日集会ということで完全に、嘘デマですね、デマの情報を流しているということなんですね。これなかなか気がつかないと思うんですけど、これでもハングル文字、韓国語を知ってる人はすぐ分かるんじゃないですか。ノー安倍って全員書いたのになんで反日になっちゃうのと。これが最初のあれですね。で2番目がこれも日経ですよ。日経が会見に向けて世論誘導目的で世論調査結果ということでこのように発表してるんですね。で会見国民投票賛成が 52% と18から29歳では 63% が会見国民投票に賛成しているという、もう完全に世論誘導報道なんですねこれ。から3番目、これはこれはあれか、そっか、これはあれですね、ちょっとプリントアウトするの忘れましたね。これは朝日新聞、廃炉作業が続く東京電力福島第一原発海側に並ぶ1から4号機の建屋の地下に高濃度汚染水が溜まっているという画像ですね。ちょっと今画像がないんですけど、から4番目、これは AFP の記事、オランダの都市ライデンで、掲示された元オランダ共産党員で労働組合員のマリヌス・バンデル・ルッペのポスターということなんですけど、なぜかというと彼が例の1927年1900何年でしたっけ、いわゆるドイツの連邦議会が放火されて炎上したということで、元共産党員が放火犯として逮捕され、そして有罪で絞首刑になったというのが彼なんですね。でも当然ながらこれはナチスが共産党の仕業にして大弾圧をするための口実で彼ら自身がでっち上げて放火したんだというのが真相なんですけど、これを裏付ける新たな証拠が出てきたというのがこの記事なんですね。さっき後でトピックスの中で取り上げますけど、そして最後は何でしたっけ、今日の推薦映画で、これも韓国映画なんですね。これもなかなかすごい映画ですよ。工作という、タイトルがどっか行っちゃった工作というんです、これ韓国映画。これのポスターです。でこれは実話に基づいて、いわゆる北朝鮮へのスパイになった元のいわゆる、韓国軍将校が非常にうまくですね、立ち回って最終的にはキム・ジョンナムに直接会えるほど信頼を勝ち取ったという実話なんですよね。でその中ですごいのはこの物語が展開する時代背景としてキム・テジュン、金大中氏が野党の有力な政治家として登場し、大統領選挙で彼が勝つんですけど、その前に行われた、総選挙でですね、前評判はキム・テジュン候補の政党が圧勝するという、世論調査等々なんですけど、実際は大敗しちゃったんですね。なぜか
言うと、僕らがいつも言ってるように、日本でもですね、大事な総選挙とか参議院選挙とか、あるいは沖縄の知事選挙とか等々の日本の政治にとって重要なイベントがあると、必ずその直前にミサイルが飛んでくると、あるいは核実験が強行されるということで、世論が引き戻されるということの繰り返しだったんですよね。で、韓国もまさにそうなんで、そのキム・テジュンが前評判にもかかわらず、総選挙で大敗しちゃったというのは、その直前に、北朝鮮軍が国境沿いにですね、大砲撃の攻撃をかけてきたということで、一挙にいわゆるキム・テジュンのいわゆる要求、北朝鮮と仲良くしようという要求政策が木っ端みじんに、されちゃったから、結局総選挙に大敗したということなんです。で、さらにこの映画のすごいところは、実際にですね、いわゆるキム・テジュン、金大中がこの総選挙に、勝利しないように北朝鮮に工作をしてお金を与えて直接会って、北朝鮮軍のいわゆる、挑発行為を金で買ったという場面が出てくるんですよね。だから金を払ってるんですよ、政権与党が。キムキムジョンか、ジョンナムか、2代目ですね、キム・ジョンナムに献金をしているということで、その金を受け取って北朝鮮軍が砲撃挑発を行ったと。その結果、キム・テジュンの選挙の勝利が消えちゃったと。そしてその2年後かなんかに大統領選挙があって、相変わらずキム・テジュンは前評判で、彼が大統領選挙で当選するだろうということだったんですけど、またしてもですね、北朝鮮の挑発を促すような工作がなされたんですね。でも結局この映画の主人公の工作によって、それをやめさせたということで、キム・テジュンが大統領に選ばれたという真相がですね、この映画の中で、描かれているということなので、ぜひ、この映画っていうのは見る価値がありますね。ということは、必ず韓国でそのようなことが金を支払って北朝鮮、軍の挑発行為をやらせたということであれば、日本も歴代自民党政権は北朝鮮に金を払ってその都度挑発行為をしてもらってたということと同じですよね。そういうことが当然あったんでしょうね。ミルキーさん、南と北の裏の裏には何があったのかと。そうですね、映画工作。黒金星と呼ばれた男予告編と、これですね。これは皆さん一見の価値ある。だから韓国映画ってすごいですね。ここまでやるかっていうくらいですよね。それで北朝鮮での平壌での実写の場面がすごく出てくるんで、ですから北朝鮮の許可を得てこの映画が現地で撮影されたということなんですよね。
メルヘン中尾さん、こんばんはとですね。砂月さん、寺澤さんも畠山さんもフォローしていますということですか。はい。中んさん、一般国民がもっと日本国憲法を知ることが急務と。敗戦後に日本国民を手にした主権者を愚弄する政権とアメリカ傀儡政権、自民党洗脳教育、今の教育が安倍政権下憲法改正支持へ、誘導と、そういうことですよね。だから日本国憲法っていうのは二重構造があって、表向きは主権在民とか民主主義とか人間の基本的人権の尊重とか、あるいは隣国との平和共存とか反戦平和とか等々、非常に近代的民主的な装いを持ってますけど、その裏にですね、この日本国憲法を規範し、実施したGHQ、彼らはアメリカ支配階級の利益代理人そのものですからね。彼らのが目指す日本を、戦後の日本を永久的に、米国の植民地属国にするための仕掛けがですね、さまざまに巧妙に仕掛けられて、時限爆弾のように仕掛けられていたというのが私の見方なんですよね。だから戦後のいわゆる護憲運動っていうのは、日本国憲法というのは素晴らしいもんだと、特に憲法第9条は素晴らしいもんだということで、その裏の方を全然見ないということなんですね。でもそうじゃないよと。日本国憲法の表の近代的民主的な装いのもとに、巧妙に仕掛けられた時限爆弾、その最大のものが一つは天皇制でしょうね。天皇制が憲法第1条に掲げられちゃってるということで、それからさっき言いましたように憲法7条の第2項第3項に、天皇の国事行為の名のもとに国政行為そのものを巧妙にすり替えて文言にしちゃったと。そのことを誰も指摘しないと。それと憲法第41条の第1のいわゆる、内閣総理大臣には衆議院の解散権がないんだということと、それから内閣には法案の規範権も国会の提出権もないんだよというふうにちゃんと規定されてるんですけど、そのことが全然守られないことに対して、日本の最高裁は一切沈黙していると、国会議員も沈黙していると、憲法学者も沈黙していると、市民活動家も沈黙しているということでしょうね。令和新選組サポートさん、菅違うわ、なんか目がしょぼついてきましたね。冤罪被害者が警察に収集した証拠開示を呼びかけてますが、違憲違法捜査常態化しているようで隠すということでしょうね。だから証拠は全部検察側が握っちゃってて、開示する開示しないというのは検察がその権利を持ってるから絶対被告は不利なんですよね。こんな裁判制度ってないんじゃないですか。いわゆる民主的な国の裁判制度では国の金で集めた捜査資料は全て国のものですから、検察が独占する権利はないんですよね。だから全ての証拠は開示されると。それで、まともな裁判が始まるというのが、
まともな裁判でしょうね。ミルキーさん、これは同じですね。こんばんはと。メルヘン中尾さん、こんばんはですね。からキララカットさん、コンティニューコイン2枚ですね。ということで、何でしたっけ。今日のあれか。今日の画像ですね。今日の画像、最初が今日のメインテーマに関係しますけど、ソウルの抗議集会が反安倍集会なのに反日集会にすり替えられちゃってた。日経新聞ですね。から同じように日経新聞が早くも世論誘導の世論調査結果を発表していると。改憲の改憲国民投票を賛成するのが 52% いると。特に18から29歳では 63% が賛成しているという、完全にでっち上げですね、これね。それから福島第一原発で、汚染水が全然減らないと、逆に増えてるという、原因が分かんないという、恐ろしいことが起きているということですね。そして、例の共産党員がでっち上げられて犯にさせられたドイツのナチス政権下での国会放火事件、全焼事件、これで、ナチスがでっち上げたんだという新しい証拠が出たということですね。そして、韓国映画工作員、このポスターです。これぜひ、新宿でしか1巻でしかやってないですね、これ。シネマなんだっけ、新宿のシネマートか、シネマートというところですね。韓国映画専門の映画館ですね。それから今日の推薦映画がこの工作です。そして今日の注目情報、今日の注目情報ですね。これはスイスの銀行の秘密主義はゴーン口座を守るのかという、これなかなか面白いですよね。スイスフォンの記事です。ゴーンも秘密口座を持ってるんですね。でその秘密口座がの内容をですね、日本の捜査当局がスイスの検察に頼んで、内容情報を提供してくれという依頼があって、現在、検討中だということなんですね。でそのことを受けてスイスの秘密口座が現在どうなってんのかという記事です。かなり公開されてるんですけど、でも肝心な部分はまだまだ謎に包まれているというのが結論ですね。で今日のメインテーマですね。現在時間的にはもう1時間過ぎてますね。69分57秒、視聴されている方が同じ時間帯で61人、全部で132名様、コメントが52件ですね。で今日のメインテーマです。安倍晋三自公ファシスト政権の
反韓国キャンペーンに加担し、世論誘導のすり替え記事を垂れ流す日経新聞を糾弾するというのが今日のメインテーマです。ひどいもんですね。これでじわりじわりと洗脳していくんですね。で、先ほどのこのソウルでの集会の写真ですね。これ読んで、ああそうかと、反日集会がひどく広がってんだなという印象ですけど、よく見ると反日じゃないですよね。反安倍なんですよね。で、この日経新聞の写真の説明には、ソウルの中心部で27日に開かれた日本への抗議集会と書かれていると。違うだろうと。でもしかし、この添付写真を見ればですね、抗議集会参加者が掲げているプラカードには、韓国語でノー安倍と書かれており、ノー日本とは書かれてないと。反安倍集会なんですよ。反日集会じゃないんですよ、これ。それを反日集会だと。すなわち7月27日に数百人が参加してソウルで開催された輸出規制強化抗議集会は、反日集会ではなく反安倍集会だったと。この違いは重要ですよね。重大ですよね。したがって、この日経記事の正しい見出しはソウルで数百人が反安倍集会、輸出規制強化に抗議であると。そうなんですよ。反日集会じゃなくて反安倍集会。安倍が始めたんですよ。この記事の写真の正しい説明は、ソウル中心部で27日に開かれた安倍首相への抗議集会であるということですね。で、日経新聞が7月27日のソウルでの輸出規制強化抗議集会を反安倍集会だった事実を隠して、反日集会に意図的にすり替えたのは偶然ではないということなんね。意図的なんですね。すり替えなんですね。で、これは他の日本のマスコミと同じく、日経新聞も安倍晋三内閣の反韓キャンペーンに、加担して日本国民を反韓喧韓へと世論誘導するために事実をねじ曲げてすり替えたんだと。悪質なんですね、これ。で、安倍晋三内閣の反韓キャンペーンに加担して反安倍集会の事実を隠して反日集会にすり替えて世論誘導した日経新聞を決して許すわけにはいかないんだということですよね。で、我々は日経新聞に抗議し、記事の訂正と韓国国民への謝罪と責任者の処分を要求すべきだということなんね。
それで、電話での抗議、電話番号、日経新聞のカスタマーセンターってのがあるんですね。ここに電話で抗議すると。そして、メールでの抗議ということで、メールアドレス、これ私抗議しようと思うんですね。2つで、メールと電話で。そして該当記事ですね。この元々の元記事、これは URL が長いからダメですね。私も抗議します。みんなで抗議しましょう。これはいわゆるただ読んでるだけでは、新聞記事を読んでるだけでは気がつかないでスルーしちゃうんですけど、よく見るとそうなんですよね。これ重大なことなんですね。反安倍なんですよ、これ皆さん。反日じゃないんですよ。というのが今日のメインテーマでした。皆さんこぞって、日経新聞に抗議しましょう。おかしいんじゃないのと。これは単なる偶然じゃないでしょう。あんたたち安倍、晋三ファシスト内閣に加担して、韓国の人たちの抗議運動を反日運動にすり替えてんじゃないのと。反安倍とこういうふうにちゃんと書いてんじゃないかということですよね。ということで、今日のトピックスです。有力衆議院議長では、これひどいね、改憲シフトということで、自民、萩生田彼は副幹事長に出世したんだよね。これはあれですよ、八王子の青年会議所の会頭かなんかやった極右ですよ。極右ファシストですよ。これが今は安倍の右腕みたいになっちゃって、有力衆議院議長で改憲シフトということで、大島氏交代に言及ということですね。カルト自民党の子飼いを飼いならせと。誘拐定義が警察の裁量利権化、監視権強化と。子供を飼いならせか。カルト自民党の子供を飼いならすということで、子供を監視する権限を強化するということですが、警察が裁量権を握っちゃってるということですね。何でしたっけ。そうだ、今日のトピックスですね。こういう発言を堂々として、そして時事通信が何の批判もしないでただ垂れ流すと、言及したということ。これ先ほど言った日本のいわゆる議院内閣制において、3つの2つか、国会と内閣の支配を自民党が握っちゃってるということがあるから、こういう憲法第1条を真っ向から否定するような発言が何のてらいもなくですね、出てくると。それに対して日本のマスコミは
ただただ垂れ流すと、こういうひどい状態ですよね。普通だったらありえないでしょ。国権の最高機関である国会の議長を勝手に自分たちの言うことを聞く議長に変えるんだと、変える権限があるんだというバカなことを言ってるんですよね。だから日本国憲法に罰則規定があって、第41条に罰則規定があって、この基本原則を否定する、あるいは否認する公務員に対しては厳罰に処すということがあれば、即これで首で、かつ、刑務所行きじゃないですか、萩生田は。令和新選組サポートさん、結果第1号、親戚の家に親に、無断で遊びに行って親戚が誘拐認定、権力者故障、誘拐された本人の自己決定権の排除ですと。重要な点は被害者いません、加害者もいませんということですかね。ああ、そっか。だから子供が親戚の家に行って、親戚のお家が非常に居心地いいんで、自分の実の親の家庭よりも親戚の方がいいということでずっと帰んないと言った場合、警察がですね、これは誘拐だと、誘拐されたんだということで、この遊びに行った子供の本人の意思を確認し、その意思を尊重するということを一切しないで、この親戚の人間を逮捕すると、誘拐罪で逮捕起訴するという権限を警察が持っちゃうということで、恐ろしいことですよね。ここまで進んじゃってんだ。国民投票の仕組みも知らずに誘導してるのが危ないと。要するに国民、改憲という、いわゆる安倍自公ファシスト政権が改憲と言ってる改憲の内容は一体何なのかということを知らないで、マスコミの世論誘導報道に、誘導されてるってことですよ。だから彼らがやろうとしてるのはまさに日本会議そのものですよ。神社本庁が長年やりたがってる大日本帝国の復活ですよ。天皇制の復活ですよ。そして、強力な軍隊を持って安倍がやりたいことは、戦前の大日本帝国の復活して、日本が軍事的にも強大な帝国になるんだということでしょう。そのことを一切批判しないで、彼らが言ってる憲法改定という名のもとの日本国憲法をなきものにして、大日本帝国憲法にすり替えて差し替えて、そして日本を戦前の大日本帝国の再び復活して強大な帝国に生まれ変わるんだというための憲法改正ですよということを言わないで、改正という内容が一切、定義されないまま世論誘導しているということでしょうね。親に無断で彼氏の家に遊びに行く、厳密にこれも誘拐、友達の家に行く、厳密にこれも誘拐の構成要因に当てはまると。それを警察が裁量権を持っちゃってるということですかね。離婚中の
非親権者とか誘拐されそうと、誘拐犯にされそうということですかね。確かそれすでに、判例があるじゃんということですかね。ということで、今日のとんでもない、要するに安倍は自分が人気で、いて、今回の参議院選の結果なんてあいつらにとっては何の意味もないんですね。要するに自分がやりたいことをやるんだと。自分が任期中に、3分の2に、5議席とか6議席足らなければそれを国民、民主党の玉木、を籠絡して買収して、それとそれから N 国 NHK から国民を守る会、をも抱き込んでですね、3分の2の改正勢力3分の2を達成して、自分が任期中に改正のための国民投票の発議を衆議院と参議院でもやって、で、無理やりありとあらゆる手段、大量の広告、洗脳報道等々で何が何でも憲法を改正するんだと、憲法を破壊するんだというのが彼の意思でしょうね。だからその意思を受けて萩生田はこういうことを言ってるんですよね。今の大島衆議院議長は憲法改正に積極的でないと。だから次の総選挙の後議長を交代させるんだということを言ってるんですよ。知らないですよねと。権力者たちが国民を支配するために工作として公権力強化し続けているということですね。彼らがやるのはそういうことですよ、常に。なんだっけ、これはそうですね、次のあれですね、トピックス2、改憲国民投票賛成52、18、29で63という日経新聞の世論誘導、世論調査報道と。ということですね。メール編、中尾さん、コンティニューコインですね。とことん、ボンクラ、安倍を利用しているようなと。令和さん、吉本使って反社、事実上国民、監視網、プロパガンダとかと。吉本もその工作員になってるんでしょうね。砂月さん、選挙によらず、多数派形成のため何でもありと。小池、前原、玉木騒動、前原騒動、玉木騒動はその第2弾という同じ構図でしょうね。3番目、制御しきれぬ福島原発、汚染水の水位が下がらず理由も不明という、これですね。放射能の汚染は全てアンダーコントロールであるという大見を切った安倍。
どう責任取んだと。これですね、朝日新聞の URL。で、これですね、ドイツ国会議事堂放火事件、共産党員の放火説に疑い投げかける証言発見ということですね。これはナチスのでっち上げですよ。だこれはあれです、1929年国会、ヒトラーが首相に任命されて、その3日後に国会を解散したんですね。だから国会の休会中に放火が起こったということですよね。1929年ですよ。1月の28日かなんかにヒンデンブルグに首相に任命され、で3日後に内閣を組閣したんだけど、3日後に、内閣を解散して国会を解散しちゃったんですね。でその休会中に、共産党員とか社会党員とか反ナチス勢力の国会議員とか地方議員活動家等々を弾圧したんですね。でその仕上げとして、国会議事堂を自ら放火して、それを共産党員がやったというふうにでっち上げて、それを口実にして全共産党員を逮捕したんですね。暴力団は必要悪なんですよと。前科者を引き受け産刑を受けようと解体し弱体化させたもんだから、受け皿がなくなっておそらく治安悪化を招くでしょうと。犯罪減ると一層困る連中があれなので確信犯でしょうがと。まあいろいろコメントいただいてるんですけど、できたらですね、私の取り上げるテーマに沿ってコメントしてもらった方がいいですね。テーマから外れるとちょっと散漫になっちゃうんで、ということですね。から次に次が今日の重要情報ですね。国民民主党玉木代表が民意を裏切って改憲勢力協力へと。選挙前から流れていた安倍首相との密約情報がやっぱり事実だったと。リテラですね。だからもう出来レースなんですね。だから買収されたんでしょ。何億円で。金はふんだんにありますからね。170億円の政党助成金が毎年現金に入るんですよ。何十億玉木に使おうが安いもんなんですよ、彼にとって。というのが URL ですね。令和さん、どっかで動画を見ました。ヒットラーの件ということですね。ということで、今日の放送はこれで終わりです。時間が1時間と結構長いですね。95分4秒。
視聴されている方が同時期で67名様、全体で169名様、コメントが88件ということですね。ということで、たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトですね、いただきました。ありがとうございました。現在日本時間で22時46分、夜の10時46分ですね。ということで、お疲れ様でした。今日の月曜日、砂月さん、たぬき代表が民意を裏切って改憲努力へという魔界転生っていうんですか砂月さん、お疲れ様でした。ありがとうございますというですね。はい。ということで、明日火曜日ですね。またワイワイニュースライブ、9時までには開始したいと思ってますので、よろしければまた合流してくださいということで、お疲れ様でした。今日の放送これで終わりです。また明日です。